第一章、道は単純。グレース・クックの祈り。霊との交通の際は、私どもは心を愛へ向かって開きます。愛が霊への窓を開く道であることを、私どもは承知しています。したがって私どもは神に祈ります。父であり母である神に向かい、私どもが愛の心となりますようにと、この愛が深まるとき、私どもは聡明となり、内なる神の力は一層増します。どうか愛と知と力と三つの聖なるものが私どもの心と生活の中に権限いたしますように。人生の究極の目的は人間の内在我の働きによって真理を発見すること。これである。この真理は人間の内部に深く埋もれているのであって、人がこれを求めていくにつれ、今までそびえ立っていた生涯の障壁は取り除かれ、人は諸種の自由を獲得するに至る。他界にある愛しい人たちと交通する自由、生命の力であり、人を癒す力である宇宙光線との接触、この力を使って人々に奉仕するための自由、また人類救済のために働いている書霊と交換する自由、これらである。天頂に至る道は険しく長い。前途の栄光を一別するまで、人は物質界の生みの苦しみをなめねばならない。痛み、病気、孤独、制約、これらの苦しみ、また恐怖、怒り、心配、これらは後を絶たず、矛盾や闘争で心身は苛まれる。しかし肉体から解放されなければ、幸福も真実の生活も得られないというわけではない。事実肉体から解放されても、地上で霊を求めることをしなかった者は、依然として完全な自由と喜びを見出すことはないのである。栄光の未来がすべての魂の前途にある。しかしその前に厳しい仕事がある。その仕事は厳しくはあるが、また楽しい仕事でもあるのである。例えばあなたが音楽が好きで、音楽で自己表現を望むとき、その練習、つまり楽器を使いこなすようになることは、また楽しいことではないか。人はやりがいのあることに熱中しているとき、その苦痛を気にしない。それにかかる費用など計算はしない。その分だけ、そのものの魂には実りとなるのである。瞑想に長い時間をかけたからといって、魂の実りとなるとは限らない。瞑想だけが道ではない。自分の道を決めたら、一筋に進まれよ。リスのような進み方をしてはいけない。他を顧みてその真似をしたり、あちこちとうろついてはいけない。花を摘む子供たちは、一人がきれいな花を見つけると、もうあちらこちらと走り回る。そのように地上の子らは、霊の真理の後をあちこちと飛び回っている。それは道ではない。いつか内在の声があなたに語りかける時が来る。これが私の道だ。ここに私の心の安らぎがある。何としてもこの道を進んでいこう。と。決断をしたらその通り進まねばならない。それは必ずしも平易な道ではないかもしれない。しかし辛抱してたゆみなく誠実に進むなら、その道は間違いなくゴールにつながっているのである。霊の道に入った者は、世俗の心と工事の神の心との見分けがつくようにならねばならぬ。真実なものと移ろいやすい偽物との区別がつくようにならねばならない。世俗の心はすべての人の内部に住み着いていて、霊の道の真実に疑念を抱かせる。霊性進化の道をたどるにつれ、人は幾度も疑念のために脅かされる。疑念は常識であるかのような顔をする。疑念は戸惑いより明白な真理を好むかのように振る舞う。この疑い深い世俗心は、霊感の所産に証明不能であるとか、想像の断片に過ぎないとか、様々に人の心を揺さぶるのである。万一世俗心が神の心に一目置くようになった場合は、世俗心はそのところを得て、一定の範囲内では立派な指導的役割を果たすのである。世俗心の綺麗事と称する真理が受け入れられ、霊的な心にそれは刻みつけられるであろう。工事の魂のレベルから見るとき、知性と英知は別物。英知は真理の貴重な種子である。したがって識別の能力を学ばねばならぬ。人がカエサルのものである世俗のものを
カエサルに返したとき、人は真理の珠玉を探し求めるのである。